そしたらひっくり返していきます。そうするとこのバリッとした焼き色です。鶏と卵にこのソースを少し上からかけて、はい、こんにちは、シェフのファビです。今日はてりたまチキンを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。鶏もも肉、卵、レタス、ピュアセレクトマヨネーズ、醤油、みりん、酒、塩、黒胡椒です。はい、それでは今日はスーパーでおなじみのピュアセレクトマヨネーズとのコラボです。で、今日はですね、チキンの焼き方というか絶品のチキンステーキに合わせたてりたまソースと、それにさらに目玉焼きを乗せたような料理をこれから早速作っていきます。はい、まずは下処理です。で、この鶏もも肉に塩をしていきます。で、塩の量は鶏にまんべんなくです。で、これは鶏に対して約 1% なので、今日 250g ぐらいの鶏肉なので 2.5g の塩をするのがポイントです。で、この状態で、最低10分ほど置いてですね、鶏肉から水分を出して旨味を凝縮させていきます。はい、それでは10分経って鶏肉がだいぶ濡れてきたので、こう傾けると、もうその水分が垂れてくるぐらいですね。この状態になったら鶏肉のこの水分をしっかり拭き取っていきます。はい、それでは鶏のこの皮目にピュアセレクトマヨネーズを軽く塗っていきます。これによってですね、鶏肉を焼く時の油としての役割と鶏肉にコクをまとわせていきます。このマヨネーズは取れたて3日以内の新鮮卵を使っているので、品質面で安心できますし、味もまろやかで家庭料理にとても使いやすいです。はい、それではこれ鶏肉焼いていきます。で、皮面を下にしてフライパンに入れます。で、ここから火をつけていきます。で、これで中弱火ぐらいの状態で、6分から7分ぐらい焼いていくんですが、そこで鶏をパリパリにしていって、このマヨネーズがですね、油としての役割を果たすので、溶けていってしっかり鶏肉に焼き目がつくっていうような感じです。で、まずはフライパンから音が鳴っていくまで加熱をしていきます。はい、それで今フライパンの中の温度が少し上がってきて、マヨネーズが溶け始めてきました。そしたら一番最初だけですね、ちょっとだけ押してください。軽く。で、軽く押したら、あとは少しこの油のコクをですね、フライパン全体になじませるイメージで、ここまでいったら、ここから7分ぐらいですね、じっくりと加熱していきます。そうすると、この今ピュアセレクトマヨネーズが油として溶け出したんですが、この油の中には卵のコクとかいろんなこのまろやかなコクが入っているので、鶏肉がですね、すごくまろみを帯びるんですね。で、この身側に胡椒。はい、それでは7分経って、ちょっとこの鶏肉の周りとかここら辺も色がつき始めたので、そしたらひっくり返していきます。そうするとこのバリッとした焼き色です。これがですね、肉料理を作る時のこの焼き色がすごく重要で、これがですね、美味しさにつながっていきます。で、今ですね、もうこの鶏肉焼いただけですごいまろやかなコクが入った美味しい鶏肉になってきたので、さあここであとは身側を少し焼きながら、この油の中に卵入ります。で、ここで鶏肉を焼きながら目玉焼きも作っていきます。で、目玉焼きにも軽く塩。はい、それではもうあっという間に目玉焼きの底が焼けてきたので、ちょっとまだこの上が半生ぐらいがですね、美味しいんですね。で、この目玉焼きを鶏にのせます。うわー、美味しそうな、もう美味しそうなポップな料理ができてきました。そしたらこれで一旦ですね、鶏肉と卵を、お皿でも何でも僕はバットに入れますが、休ませておきます。で、このままですね、今この中の油を利用して、このうまみと焦げに向かって酒、みりんで、この状態で
酒とみりんのアルコールを飛ばしていきます。中火ぐらいで大丈夫です。ではこれで鶏肉のうまみを注いでいってうまみのベースを作ります。で香りを嗅いでうっと来なかったのでアルコールが飛びました。では最後に醤油を入れて、でソースにですねとろみが乗ってくるまで加熱していきます。でここでもう一度ですね鶏肉を戻して温めながら、この蒸気で鶏にですねさらにこう柔らかく火が入るように蒸し焼きみたいにしていきます。でこうソースにとろみが乗ってきたら、この鶏と卵にこのソースを少し上からかけて、最終的にこの目玉焼きの表面に少しだけ火を通す。美味しそうですよ。はい、それでは見てください。このソース、これぐらいの照り焼きソースのとろみです。で最後ここにさらにオイピュアセレクトマヨネーズを少量入れて、でこのソースを混ぜていくとですね、でそうするともうこのトロト感です。でこれでですね、このピュアセレクトマヨネーズで作ったからこそのまろやかなてりたまソースができたので、これを最後にちょっと鶏と卵にかけて、はい、これでいい感じに焼き上がったので盛り付けに入っていきます。でここにも少しマヨネーズ、はい、これでてりたまチキンの完成です。はい、いただきます。これはもう無条件に美味しい、分かりやすい鶏肉のステーキが完成しました。これはですね、マヨネーズを焼いたことによってよりこう鶏肉にもですね焼き色がついて、ステーキの美味しさが出たんですけど、このソースとですねマヨネーズと全部こう相まってまろやかで本当に美味しいです。で今日の料理はですね、まずは鶏肉にこのマヨネーズを塗ってマリネとして使ったっていうことと、あとは焼いてマヨネーズをなんと油として使用したっていうところと、で最後にソースとして使って、で生のサラダとしてもこうマヨネーズを使っていったので、もうマヨネーズ好きにはたまらない一皿になってます。もちろん大人の方が作っても美味しいレシピにはなってるんですが、このピュアセレクトマヨネーズだからこその酸味が少なくてまろやかなマヨネーズだからこそ、特に休みの日にこうお子さんとかに作ってあげるとさらにこう喜んでいただけるようなレシピになってるんじゃないかなと思います。はい、ごちそうさまです。で今日のこの鶏料理なんですが、ご飯もいいんですけどパンに挟んでも、とても美味しいレシピになっているので、よかったらやってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。